皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢について、8月8日、トランプ大統領の定めた制裁の猶予期間が切れます。これはロシアに対してウクライナの停戦協議に応じるように求めたもので、ロシアの態度が大きく変わらなければ、トランプ大統領はロシアと取引している国々に対して 100% の制裁関税をかけるとしています。この 100% の関税なのですが、アメリカとの間における関税の追加です。ですから、アメリカと取引の大きな国々においては、ロシアとこのまま取引を続けるのか、それともアメリカ経済とのつながりを大事にして、ロシアを切るかどうかの判断が迫られるわけです。それだけに実際にこの制裁関税が発動されれば、大きな影響が当然のようにあります。このため、ウクライナのプロパガンダを担当している人の間では、この8月8日がロシアにとっては最後通牒が突きつけられる日だと、かなり大喜びしています。しかし、ここに非常に気をつけなければならないのは、従来のトランプ大統領は、プーチン大統領に対して非常に融和的な態度を取り続けたことにより、ロシアに対する制裁をこれまで全くしてこなかったですし、ウクライナに対する軍事支援も基本的にはかなり後ろ向きです。アメリカによるウクライナに対する無償の軍事支援については完全に凍結され、ウクライナに軍事支援したいという国があるのであれば、アメリカ製の兵器を買え、その買った兵器についてウクライナに支援する分には構わないという姿勢をとっています。さらに言えば、トランプ大統領は制裁関税として 100% という数字を出してきていますが、アメリカの議会上院においては 500% の関税を課すべきだという法案が用意されていました。トランプ大統領が 100% という数字を出してきましたから、この上院の法案については行き場を失ってしまいました。そうしたこともあって、実際に制裁が発動するかどうかまでは、ちょっと様子を見た方が良いと私は思っています。というわけで、まず最初に取り上げるニュースは、ロシアがこれにどう応じるかについてです。ブルームバーグ通信より、ロシアがトランプ氏への情報案模索、空爆停止も視野、戦争継続は堅持。ロシアはウクライナでの戦争をめぐる二次制裁の可能性を回避すべく、トランプ大統領に対する情報案の選択肢を検討している。ただ、戦争継続の方針は崩していない。今週予定されているウィトコフアメリカ特使のロシア訪問は成功の見込みは乏しいものの、トランプ氏との合意に向けた土壇場での機会だとロシア当局者は見ている。関係者の一人は、ウクライナも合意すれば緊張緩和のジェスチャーとしてドローンやミサイルによる空爆の一時停止が提案の一つとなり得ると述べた。ただし、ロシアのプーチン大統領は、ロシア軍が戦場で引き続き前進しており、戦争目的にも変更はないことから、ウクライナでの全面的な停戦には応じない見通しだ。アメリカとロシアとの間で何にも起こらないまま8月8日を迎えれば、さすがにトランプ大統領も制裁関税を発動する可能性があります。しかし、今回取り上げた記事のように、ロシア側も何もしないままに8月8日を迎えるわけではありません。アメリカ側からは、特使がモスクワに派遣されることとなっており、この接触によって、ロシアは少しは態度を変えますよということをアピールする可能性があります。そこで今取り出されているのが、空爆の停止です。なぜ空爆の停止を譲歩したかのように見せるかといえば、それは現在の戦線においては地上戦がメインであり、しかもロシアが目指しているのは陸上における領地の拡大です。ですから空爆を停止したことによって生じるデメリットというのは、ロシア側にしてみればさして問題のないレベルです。というのも、攻撃を休んでいる間に自分たちのミサイルや大型の突撃ドローンシャゲドの生産を進めることによって、停戦協議が明けた後に一気に攻撃することが可能になります。しかも、この空爆のいやらしいところは、自分たちも攻撃をやめたんだから、ウクライナもやめろと必ず言ってくるはずです。その間、ロシア側にしてみれば、煩わしい石油生成施設への攻撃や石油備蓄タンクへの攻撃、軍需工場に対する攻撃、鉄道輸送網に対する攻撃、これら全てが止まることになります。はっきり言ってロシア側にしてみれば自分たちのメリットばかりのような話になるわけです。ここで問題なのは、こうしたロシアがメリットがいっぱいあるなと思っている一時的な空爆の停止提案についてどう評価するかです。動画の冒頭でも言いましたが、トランプ大統領は基本的にプーチン大統領に対して
非常に融和的な態度をこれまでは取ってきました。今回ロシア側が検討している空爆の停止というのを高く評価してしまった場合においては、ロシアに対する二次関税の発動といったものがない可能性が出てきてしまうわけです。ロシアに対する二次関税の発動は、ロシアの軍事経済を支えている国家収入に大きなダメージを与えるものです。それだけにこの後、制裁が発動されるかどうかについては引き続き要注目です。続いては、トランプ大統領が制裁関税をかけてこなければ、まだまだ戦えると思っているのがロシアです。何しろ、アメリカから直接的にウクライナに対する軍事支援も途絶えている状況ですから、そう思うのも仕方ない面があります。ただし、足元では異変は起こっています。前回の動画においては、産油国ロシアにおいてガソリン不足が発生するかもしれないという話をご紹介しました。それに関連しての動きとして、今はガソリン価格の高騰といったものがロシア国内では起こっています。モスクワタイムズより、ロスネフチの2つの主要製油所が閉鎖された後、ガソリン価格は2日連続で史上最高値を記録した。ロシアのガソリン卸売市場では、当局が国内からの燃料輸出を全面的に禁止することで、価格上昇を抑えようとしているにもかかわらず、ガソリン価格が急騰し続けている。今年初め以来、卸売ガソリン価格は 30% 上昇している。市場筋がロイター通信に語ったところによると、市場は不足の脅威に直面しているため、この傾向は続く可能性があるという。前日には、ウクライナの無人機によるエネルギー施設への新たな攻撃により、ロシアの2つの大規模製油所が生産停止に追い込まれたことが明らかになった。年間830万トンの生産能力を持つノボクイ・ビシェフスク製油所は生産を完全に停止し、ロシアで5大石油会社の一つであり、モスクワ地域などに供給しているロフネスチ最大のリャザン製油所も生産能力の約半分を失っている。リャザン製油所の3つの石油生成ユニットのうち2つが故障しており、修理には1週間から数週間かかる可能性があるという。アナリストは、ガソリンの卸売価格の急騰は、このまま小売価格の上昇がさらに加速する前兆かもしれないと指摘している。ガソリンスタンドの燃料価格は6週間連続で急騰している。なお、ロシアで燃料が正確にどれだけ生産されているかは不明だ。当局は、石油精製所へのドローン攻撃を受け、2024年にガソリン生産量、そしてディーゼル燃料生産量に関する公式統計を非公開にした。そして今の状況にあっても、天然ガスについては販売が大きく減少しています。ロシア最大の天然ガス販売会社ガスプロムのヨーロッパ向け輸出は半世紀ぶりの低水準に。トランプ大統領はアメリカ産の石油や天然ガスをより多くの国々が購入するべきだとして、各国に関税交渉の一つの取引材料にしています。ヨーロッパに対しては、この売り込みをかなり強烈に行ったことにより、ヨーロッパは110兆円規模の取引を約束しました。ヨーロッパはそれだけのお金をかけて、ロシアのエネルギー資源から距離を置くこととなります。これはロシアにとって巨大な市場から退場させられるようなものです。そして制裁関税が発動されるかもなというだけでも企業は敏感にこれを感じて調達先の変更といったものを行っているところもあります。すべてではないにしてもその影響はすでに発生しています。ロシアの石油ガス収入は3ヶ月連続で約 30% 減少した。原油価格の下落とルーブル高はロシアの原材料収入を圧迫し続けている。ロシア財務省が発表したところによると、7月に国庫が石油ガスから受け取った税収は前年同月比 28% 減少だった。財務省は3ヶ月連続で約 30% の減少を記録している。その他、主要な鉱物採掘税の徴収額は前年比 38% 減。なお、制裁関税によってロシア産の原油が世界市場に出てこなくなってくるのではないか。それによって原油価格が上昇するのではないかと心配する人もいます。ただ、現在の原油市場だけを見れば価格は非常に安定しています。というのも、世界に対して原油を供給しているのは別にロシアだけではありません。産油国が集まっている OPEC プラスにおいては、ここ最近は増産することを決定しています。市場としては、ロシア産原油の供給が減ったとしても、それ以外の国々が増産に動いているのであれば、市場全体としては大きな混乱はないかもしれないと受け取ってみる可能性があります。さて、ちょっと変わったニュースについても見ておきましょう。ロシア、
エチオピアに旅客機のリースを要請。ロシアの旅客機には大きな問題があることをこれまでこのチャンネルでは取り上げてきました。ウクライナに対する侵略攻撃を行ったロシアですが、それ以前においては、ボーイングやエアバスといった欧米製の旅客機を数多くリースして使っていました。しかし、侵略以後においては制裁により、リースで手元にあった旅客機を返還するように求められました。ところがロシアはこれを強奪する国内法を制定し、そのまま盗んでしまいました。こうしたロシアの行動により、現在、エアバスやボーイングといった会社からはサポートを受けることもできないし、正規の部品を入手することもできなくなりました。ロシア国内における旅客機の事故発生率は上昇し続けており、この状況を理解している人であれば、なるべくなら航空機を使わないといったことも実際に起こっています。それが自動車の利用といったものを促進していることから、ガソリンの供給不足に影響を与えている可能性も指摘されています。さて、そんなロシアにおいて、じゃあどっから旅客機を調達するか、少しでも友好国から借りてくることはできないかと、エチオピアにそのような要請をしたというのです。この場合、エチオピアからは、機体だけではなく乗員もついての話でリースを求めているとのことです。これはあくまでも第一報であり、実際に決定したわけではありません。というのも、エチオピア側にしてみても、今のロシアに対してそのように旅客機をリースするというのは、欧米から何らか制裁発動される理由にもなり得るからです。それこそ、エチオピア全体において、欧米のメーカーからサポートや交換部品の供給といったものが断たれた場合においては、ロシアと同様の恐ろしい目に遭ってしまいます。まあこの話は多分成立しないとは思うものの、ロシアとしてはいずれは欧米製の旅客機がどんどんと共食い整備で使えなくなっていくことから、ダメ元で頼んでいる可能性があります。ウクライナの戦場においては日々戦いが続いています。しかし、どちらか一方がものすごく優勢になって戦場を支配するような状況でもありません。今はむしろ周りの状況の変化の方が岐路に立っています。トランプ大統領がロシアに対する制裁関税を発動するのか、それともロシア側がなんとなくはぐらかすことに成功してしまうのか、どちらになったとしてもおかしくないぐらいに事態は流動的です。地上波のニュース報道ではほとんど取り上げられない話題ですが、トランプ大統領のロシアに対する制裁関税発動はここ数日が山場となります。ぜひとも注目していってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。また、情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は他の方にお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。